皆さんこんにちは、アンリです。今日は松本デジタル大臣が参議院の本会議で、この答弁の原案は源内という生成 AI が作りましたと公言し、日本の中央省庁で18万人規模の行政 AI の実証が始まっているという発表を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、松本デジタル大臣が2026年5月27日の参議院本会議で、この答弁は源内という生成 AI が原案を作り、職員が事実を確認し、私が最終決裁をしましたと、日本の政治家として初めて国会で公言したという出来事です。2つ目は、その源内という行政向けの生成 AI がすでに中央省庁39機関およそ18万人が参加する規模で実証段階に入っているという事実です。3つ目は、この AI が原案、人が事実確認、責任者が最終決裁という3層構造がこれからの皆さんの会社の文書作成と決裁の新しい常識になるという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で国会で何が起きたのかを、2つ目の章で源内という行政 AI の中身を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下対一の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。松本デジタル大臣は2026年5月27日の参議院本会議で、自分が読み上げる答弁の原案を生成 AI が作ったと日本の政治史上初めて公の場ではっきりと認めました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は、舞台が国会の本会議だったことです。これまで役所の現場で生成 AI が使われているという話はありましたが、大臣が国民の代表が集まる本会議の場で、しかも自分の答弁について公式に認めたのは今回が初めてです。理由の2つ目は、責任の所在を明確にした3層構造です。松本大臣は AI が原案を作り、職員が事実関係を確認し、最後に自分が政治家として責任を持って決裁するという3つの段階をはっきりと説明しました。理由の3つ目は、この発言が国全体の方針と結びついていることです。高市総理大臣の指示で行政への AI 導入が前倒しされており、今回の大臣の発言はその国の方針を象徴する出来事として受け止められました。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが部長として役員会議で読み上げる報告書を作る場面を思い出してみてください。これまでは皆さんか部下が一から文章を書き、上司に確認してもらい、最後に自分の名前で提出していました。これからは生成 AI が報告書の原案を一気に書き、部下が数字や事実を確認し、皆さんが責任者として最終的に手を入れて決裁するという形に変わります。ここで1つ目の章の結論を再確認します。松本デジタル大臣の国会での発言は、舞台の重さ、責任を明確にした3層構造、国の方針との結びつき、この3つで歴史的な出来事になりました。2026年5月27日に発言があり、生成 AI を行政が正面から使う時代がはっきりと始まりました。これは遠い政治の世界の話ではなく、皆さんの会社の文書作成に直接つながる発表です。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。大臣が原案を任せた源内という生成 AI は、すでに中央省庁39機関およそ18万人が参加する規模で実証が進む日本の行政専用の生成 AI です。なぜこの源内という仕組みが重要なのか、理由は3つです。理由の1つ目は、その規模の大きさで5月の時点でおよそ10万人が実証に参加し、最終的には18万人規模まで広がろうとしています。理由の2つ目は、
ソースコードが公開され民間企業でも利用できる形になっている点で、国の仕組みが皆さんの会社にも降りてくる前提で作られています。理由の3つ目は、総理大臣の指示で導入が前倒しされており、国が本気で行政の仕事のやり方を変えようとしているという意志の強さです。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社で総務部が毎年作っている膨大な社内規定やマニュアルの更新作業を想像してみてください。これまでは担当者が過去の文書を探し、継ぎはぎして何日もかけて更新していました。現内のような行政 AI のお手本では、AI が過去の規定をすべて読み込んで原案を一気に作り、担当者は中身の確認だけに集中します。国が18万人規模でやろうとしていることを、皆さんの部署でも数人規模で始められるという道筋がここに見えています。ここで2つ目の章の結論を再確認します。現内は18万人規模、民間でも使える公開、国の本気という3つの点で、日本の行政の文書作成を根本から変えようとしています。皆さんの会社でもこの行政の動きを半年から1年以内に意識する必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。この国会での出来事が皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は、 AI が原案、人が確認、責任者が決裁という3層構造が皆さんの会社の文書作成と決裁の新しい型になるからです。理由は3つです。1つ目は、国が公式に3層構造を採用したことで、皆さんの会社の経営陣もうちも AI に原案を作らせて良いのかという議論を必ず始めるという方針上の理由です。2つ目は、皆さんの会社の経営陣が役員会議で、行政が18万人でやるならうちはどの文書から始めるのかを必ず議題に挙げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は、皆さんの部署にもどの報告書や稟議書を AI の原案で回すのかという宿題が半年以内に必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば、皆さんの部署が稟議書や報告書を日常的に作る部門だとする場面を想像してみてください。半年後の会議で行政は AI に答弁の原案まで作らせている、うちの部署でも稟議書の原案を AI に作らせられないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が極めて高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えを用意しておく必要があります。答えの中身は、どの文章を誰が事実確認し、誰が最終決裁するのかという3層構造の役割分担です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。国会での出来事は皆さんの会社の経営陣からのプレッシャーとなり、半年以内に皆さんの部署にも宿題が回ってきます。うちのチームの AI 決済ルールを皆さんが先に作れるかどうかが、これからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での役割分担の確認の2つです。この2つを今週中にやっておけば、半年後の社内議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司もすでに新聞やテレビでこの国会の話題を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て、自分の文書作成の仕事は AI に置き換えられるのか不安を抱え始めており、3つ目は、情報システム部門が行政の動きを見て AI 導入の検討を半年以内に始めるため、今日動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。
先週5月27日に松本デジタル大臣が国会の本会議で答弁の原案を生成 AI に作らせたと公言しました。行政では源内という AI を18万人規模で実証しており、 AI が原案、職員が事実確認、大臣が最終決裁という3層構造をとっています。当部署でも報告書や稟議書の原案を AI に作らせ、人が事実確認して私が決裁する思考を今月から一つだけ始めたいと思います。ここまで言えれば皆さんは立派な部門方針の前畑をしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。国が AI に答弁の原案を作らせ、人が確認して大臣が決裁する仕組みを始めたそうだ。うちの部署でも君が作っている報告書の原案を来月から生成 AI に作らせる思考を始める。これは君の仕事を取り上げる話ではなく、君には事実確認と中身の判断というより大事な仕事に時間を使ってもらう話だ。半年後の人事評価ではこの確認と判断の質を必ず加点する。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。一つ目、松本デジタル大臣が国会の本会議で答弁の原案を生成 AI が作ったと日本で初めて公言しました。2つ目、行政では源内という AI が18万人規模で実証され、 AI が原案、人が確認、責任者が決裁という3層構造が取られています。3つ目、皆さんの会社にも半年以内に同じ流れが必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部下1対1の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で